皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。今回は加齢悩みの中でも特に上位にランクインしている口元のたるみ、ここについて解説と解消するワークをしていきたいと思います。日本人のほとんどの方がほっとくと口元のたるみ起こってくるんですよ。ポイントはこの日本語。日本語を話していることによって口元たるみやすいんです。普通に意識しないで日本語を話しているとこういう感じで、この顎周り、ここだけでね、日本語って話せちゃうんですよ。なので、ここの顎の筋肉ばかりぐーっと使っていて、そしてこの頬全く動いてないですよね。この頬の筋肉が使われない状態で顎の筋肉ばかり使っていく。そうするとここが凝って引っ張って、そしてこっちは使われないので筋力が落ちていって引っ張られるがままに引っ張られていって、そしてほうれい線とか口元のたるみにつながってくると。実は私たち日本人含めてアジア人っていうのは欧米人に比べてお顔の脂肪が多い民族なんですよね。この脂肪が丸みのある可愛いお顔になっていて、欧米人に比べるとシワが出にくかったり、あとはね、若々しい印象で年齢を重ねていける。そういうメリットもあるんですけど、何もケアしないでいると筋肉が硬くなったり衰えたりすると、それと一緒に脂肪も落っこってきて、欧米人よりもよりたるみが深く見えちゃう。そういうデメリットもね、あるんですよ。そうすると、民族の問題だからじゃあしょうがないの、たるむ運命なのと思うかもしれないんですけど、大丈夫です。ちゃんと正しくケアすれば、ちゃんといい状態をね、キープできますので、早速こちらもね、一緒にやっていきましょう。そのポイントが2つ。日本人が凝りやすい場所、顎とかこの首の手前側、ここの凝りとか癒着をちゃんと取ってあげて動かしやすくして、そして正しく筋肉を動かす。この2つのステップをしっかりやってあげると、口元のたるみかなり変わるんですよ。この方のお写真で見ていただくと分かる通り、めちゃくちゃ変わってますよね。これたった3ヶ月で変わってるんですよ。なのでね、皆さんも今日から一緒にやっていきましょう。それでは、レッツゴー！鎖骨の上下をチョキで挟み、骨に張り付いている筋肉を剥がすように、1箇所10秒くらいずつ、耳の下あたりまで3箇所に分けて行います。反対側。人差し指は骨の上に置くのがポイント。内側に落ちないようにしてくださいね。後頸筋の反対側、フェイスラインの癒着を取ります。フェイスラインの骨を挟み込んで、細かく筋肉を揺すっていきます。あまり強く押さなくても OK です。エラまで骨の際ギリギリを丁寧にほぐしていきましょう。反対側。顎に指が入りにくい方はかなり後頸筋が引っ張られてます。焦らず少しずつほぐしていけば大丈夫。次は首の根元をほぐしていきます。少し横を向くと出る首の横にある筋肉、胸鎖乳突筋。耳の後ろにある骨にくっついているところ、ここをしっかり掴んで、後ろに押しやるようにひねります。硬い方はなかなか掴めないかもしれません。その場合は指全体で上から押し込むようにしてくるくるほぐしても OK です。反対側。
後ろに後ろにチャンネルを回すような感じですよ。やっているうちに首が前に出てしまって余計に硬くしている方も多いです。良い姿勢を意識して下唇の下に指を縦に置いて少し圧をかけてくるくるほぐします。口角の横から1箇所10秒くらいずつ真ん中に向かって反対の手で口角を押さえておくとよりやりやすいですよ。指は下唇のすぐ下まで当てて、下側もフェイスラインギリギリまで、ここに音外筋がいます。反対側。口は軽く開けてリラックス。顎が凝る方はいつの間にかぐっと口をつむんで顎に力が入っている方が多いです。口角の横に指2本を置いてくるくるほぐします。ここは口を下に引っ張る口角下制筋、そして横に引く小筋があるところ。にっこり笑うときに間違えて使いやすい場所なので、丁寧にほぐしてこの後の筋トレをやりやすくしましょう。引っ張りを緩めたところでお顔を正しく動かして筋力をつけていきます。口角を上げるときは口角の上の頬の筋肉を引き上げるように口周りの力を抜いてリラックスして柔らかい状態ですよ。1秒で上げて1秒で下げる。これを50回やっていきます。それではスタート。上げて、上げて、このくらいのペースで丁寧にお顔を動かしましょう。口角でぐっと頬を押し上げるように、頬の下にくぼみができてそこが硬くなっていれば OK。口角横や顎は柔らかいままになってますか？力を抜いて、前歯が全部出るくらいぐっと口角を上げていきます。口角を上げるときは顎は動きません。動きやすい方は顎を押さえて口角だけ上がるように練習してみてくださいね。しっかり動かせているとだんだん頬の下が痛くなってくるかも。疲れてくると違う筋肉を動かしがちです。目尻や眉間にシワが寄っていたら違う筋肉を使っているサイン。改めて丁寧に口角の上の頬の筋肉だけを動かすように集中してみましょう。口周りはリラックス、力を抜いて、横に引かないように真上に真上に持ち上げて、指を軽く置いて一緒に上に動かしてあげると、脳もこっちに動きたいんだなと認識して動かしやすくなるんです。違う筋肉を使いやすい方は指のガイドもつけてあげて、あと少し頑張って丁寧にぐっと口角の上に力を入れて、終わりました。皆さん上手にできましたか？今回はですね、この日本人が凝りやすいこの顎周り、そこをほぐして、さらにこの顎を引っ張るこの後傾筋、そしてこの首の横の胸鎖乳突筋、これが硬くなるとこうやって首がね、前に来て、そしてこの口元のたるみを作ってしまうので、ここまでしっかりとね、ほぐしていきました。あちこち触ってみて痛いなっていう場所があったら、それが凝りとか癒着のポイントになりますので、今回だけではなくって、ぜひね、日常的にほぐしていただくといいかなと思います。
2つ目のポイントのこのお顔を正しく動かす筋トレ。これも最初のうちは慣れないとなかなか動かないぞとか違う筋肉に力が入ってしまって上手に動かせないこともあるかもしれないんですけど、こういう風に癒着とか凝りを取りながら凝りやすい原因のこの口の動かし方、これを矯正していくことによって口元のたるみができにくいお顔になっていきますので、ぜひ継続してやってみてください。今回やってみて、なんか良さそうなんだけど、摩擦が気になるなとか、あともっと早くお顔を変えたいっていう方は、本当におすすめなのが、このフェイスポインターです。特にこの最高モデルのこのフェイスポインターグラビティ、これが一番ね、おすすめです。このフェイスポインターそもそも何がいいのっていうと、手でやるよりもこのバネによってしっかり筋肉の奥まで力が入ってくれるので、より効果的に癒着とか凝りが取れるんですよ。それを何度もエコーを取りながら医療機関の先生とか理学療法士の先生と一緒に開発してきたのがこのフェイスポインター。さらにそれがグラビティになると、このフェイスポインターのロッドの重さがちょっとね、重くなっていて、顔だけじゃなくってこの首とか、あとこの背中とか、そういったところにもね、使えるようになったのと、このトリプルロッドの方も今まではまとめて3本動いていたのが、今回から1つずつ動くようになったんですね。なので、お顔っていうのはね、思ってるよりも球体で、しかも結構ね、幅が狭かったりするんですよ。正しく当ててあげればしっかり癒着が取れるんだけど、上手に当てられないと結構痛かったりとかね、しちゃうんです。それがこの独立駆動になることによって、どんな面に対しても、どういう角度で当てても、しっかりと圧がかかるようになっているので、より初心者でも効果的にお顔が変えられるようになってます。なので本当にね、これね、めちゃくちゃ私も使っててね、今までのフェイスポインター以上にお顔が変わるって感動してるので、気になる方はぜひね、概要欄のオンラインショップからチェックしてみてください。こちらのクーポンコードを使っていただくと1100円引きで購入できます。これ発売してからすごい人気で、1回目発売して1日で売り切れてしまって、そして2回目の予約も3日ぐらいで売り切れちゃったんですよ。で、今、3回目の予約をね、受付中で、それもね、いつなくなっちゃうかわからないので、興味がある方はね、ぜひ早めにチェックしてみてください。このチャンネルでは、加齢悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して、次回の動画もお待ちください。ではまた